はい、こんにちは。まるんぽチャンネルのまるぽぽです。はい、今回はですね、北海道の弟子屈川町にある道の駅摩周温泉さんの方に来ております。近くにね、摩周湖がある道の駅になるんですけども、こちらの方ね、駐車場の方が普通車33台、大型車が4台という表記なんですけど、実はですね、向こうの方に臨時駐車場みたいな第2駐車場もあって、結構ね、たくさん止めれるような形になってます。はい、ちょっとね、道の駅を紹介しつつ、こちらの方ね、観光していきたいと思いますので、最後までご視聴いただけたら嬉しいです。では、どうぞ。はい、こちらの方にはね、摩周温泉足湯の方が無料で入ることができます。はい、こんな感じでね、はい、温泉が出ております。裸になって入浴はダメですよ。はい、こちらは森の天然水っていうことで、地下の方からね、湧き水が出てるみたいです。しかもね、この竹筒のこちらの方は飲用できるっていうことが書いてありますね。はい。ただここでね、ちょっと水遊びとかはね、ダメなので、はい、気をつけてください。一応こちらの方の道の駅はこういうドッグランも、はい、あったりします。一応ね、2つに分かれてるような感じになってまして、はい、一応ね、時間が9時から17時までっていうことが決められてますので、はい、そちらの方はしっかり守ってね、利用してください。鍵もかかってるんでね。はい、道の駅をね、ずっと入っていくと、左手にね、観光案内所の方があるみたいです。はい。こんな感じです。逆にね、右手の方に行くといろいろ物産品がね売ってるような感じになってます。ですね。摩周そばとかあるんですね。あとこの牛のおっぱい牛乳、おっぱいコーヒーミルクとかも気になりますね。ハスカップとかね、なんなんやろ。はい。こんな感じでいろいろ売ってます。なんかね、このエゾシカバーガーっていうのもありますね。ちょっと気になる。はい、ということで結局ね、今日はエゾシカバーガーになりました。はい。あとポテトね。このポテトはもう間違いなく美味しそうやな。ホクホクやしね。では、いただきます。いい感じやった。このわかるこのマヨネーズのこの感じ好きかも。はい。でね、こんな感じで、肉が挟んでるっていうよりもちゃんとね、ハンバーグになってる感じですね。いただきます。美味しい。ちょっとなんかなんやろ、ねっとりしてるのは別に肉のせいじゃないんかちょっと分かんないけど、普通に美味しいです。普通のハンバーガー。うん。はい、おはようございます。今日はですね、この摩周湖と阿寒湖と屈斜路湖、はい、の周辺をね、ちょっと巡りたいと思います。はい、では行ってきます。はい、今摩周湖のね、第一展望台っていうところに向かってるんですけど、道の駅からね、どうやろう、2、3分ぐらい行くと、ドラッグとかご飯屋さんとか結構あって、ガソリンスタンドとかもあるんでね、こちらに来られるときは、あんまりね、そのあたりは心配する必要ないかなという感じです。ただ、あいにくのね、ちょっと天気なので、うっすらとね、うっすらっていうかな、ちょっとなんか、少しだけね、雨が降ってるんですけども、できればこれ以上降ってほしくないし、ちょっと晴れるのは難しいかなっていう感じではございます。だから景色がね、晴れてるとね、スカッとね、いい感じで見れるんですけど、そのあたりがちょっと、はい、心配ではあるんですけど、ただここでね、滞在するわけにはいかないんで、はい、景色を見に行こうと思います。はい、摩周湖第一展望台かな、着きました。はい、こちら有料のね、駐車場になるんですけども、500円になります。で、なんか硫黄山と共通の、券をもらえるというかね、その500円で行けるみたいです。ということで、はい、展望台登りに行ってきます。
はい、もう階段すぐ上がるとね、この摩周湖カムイテラスっていうところに着きます。はい、なんか摩周湖ラウンジが下にあったりで売店とかもあるみたいですね。はい、ほんで展望テラスはね、こんな感じでちょっとなんかおしゃれな感じになってるんですけど、はい、ここをですね登っていくと絶景が広がってるはずです。はい、こうやってね、ちょっと雨降ってたんであれですけど、椅子とかもあって、ここでゆっくりね見れる感じなのかな。でガラス張りのね、はい、テラスで、後ろを振り返るとこういうねソファーにもなってて絶景が見えるはずなんですけど、こんな感じなんかね、この時期6月ぐらいってね、霧の発生率がすごく高いらしくて、霧の摩周湖って言われるぐらいね、霧のこの景色が有名らしいっていうことでね、ちょっと残念なんですけど、何も見えへんやんっていう結論になってます。もうなんか湖の身の字も見えてないんでね。はい、もう次行きます。はい、では。はい、あいにくのね、ちょっと天気でしたんで、この地方帯やったらね、摩周湖第3展望台っていうのも行こうと思ってたんですけど、ちょっとそちらの方はやめてですね、はい、次の目的地に行こうと思います。ずっとこのなんかガスというか霧があったらもう不安でしかない。景色には絶対あかんやつ。はい、とりあえず向かいます。もうちょっと霧で全然先が見えないですね。なんかこの先はなんかここから摩周湖もね一応見えるらしいんですけどね、全然見えない。そこにね左側駐車場になってますけどね。人いるわ。これ第3展望台ちゃうかな。でも完全ガスってるんで、ここはねちょっとスルーしていきましょう。前が見えへんからね、ちょっとゆっくり運転しながら安全運転で。はい、もうすでにね、おならの匂いというか、硫黄の匂いがすごい醸し出してますけど、前に見えるのはね、硫黄山っていうところです。はい、この駐車券がね、多分これさっきのところと共通で使えるみたいなので、はい、とりあえず止めます。はい、硫黄山の方に着きました。ちょっとね、この辺り散策ができるみたいなんでね、はい、ぐるっとね散策したいと思います。結構ね、やっぱり匂いはしますね。でだんだんこの匂いがね、いい匂いに変わってくるんだよね。で少々ね、ちょっとプッとやっても分からへん感じ。はい。でこちらの方も一応ね、ヒグマの生息地っていうことでね書かれてますね。ちょっとヒグマが出たら走って逃げれるようにね、靴履いてきます。はい、ちょっと回ります。はい、硫黄山の方なんですけども、アトサヌプリっていうね、別名というか、そっちが本場の名前かな、アイヌ語で、はい、裸の山っていうらしいです。はい、ということでね、ちょっとあそこまでね、せっかくなんで行こうと思います。で、柵のとこから先は、立ち入り禁止らしくて、そこまでは行けるみたいなんでね、はい、とりあえずですね、あそこで記念撮影を撮りつつ向かいたいと思います。はい、硫黄山のね、柵のところまでは道がね特にあるっていうわけでもなく、このなんかデコボコしたところを歩き進んでいかなあかん感じなんでね、ちょっと足元が悪いんでしっかり靴を履いてね行かないと転倒する恐れがあります。はい、立ち入り禁止の柵の近くまで来るとね、いよいよ足元が岩がゴロゴロあってすごく悪い、はい、感じになってます。だいぶね湯気というか、はい、湧き立ってますね。あれ石黄色くなるんですね。なんで黄色いんやろ。なんかこの黄色い色がすごい、むしろちょっと神秘的な色で、はい、ここがね多分一番近いところになりますね。これ湯気がボーボー出てます。卵のね匂い。はい、近くまで来るとねこんな感じで温泉みたいな感じで湧き立ってますね。ちょっとね何度ぐらいあるかはねさすがにちょっと手を突っ込んで調べるっていうのは怖すぎてできないんですけど、今ねちょっとしゃがんで
撮影してたケツがなんか暖かくなってきたなと思ったら、このケツのところもねこんな感じで湯気がポポポポ出てました。だからこの距離でこう暖かくなるっていうことは結構な温度ですね。すごい湯気が。こういうねちょっと小さいところであれば顔を近づけたらね保湿になってこう肌がねツヤツヤになりそうですけど、ただ卵臭くなりますね。先ほどの立ち入り柵の方からちょっと左にねずれてくると黄色い吹いてるやつね、あれは立ち入り柵の中に全部あるもんやと思ったら普通にね目の前にありますね。人が歩ける範囲内に蒸気がすごい。はい、ちなみに伊予山のね立ち入り禁止柵から、駐車場を見たらこんな感じです。はい、あそこにねお土産物屋さんがある感じで、左側ずっと歩いていく遊歩道があるんですよね。で3キロぐらい行くと川湯温泉ビジターセンターっていうところまで行くみたいですね。ちょっと往復6キロあるんで今回はちょっと断念しましたが。はい、先ほどねお土産物屋さんって上から、言ってたところがここになんですけど、硫黄山ネイチャーホールっていうのかな、あそこに書いてて、ちょっと一番気になるのが町ぐるみ暴力追放みんなが主役っていうのがちょっとデカデカとあるんで気になるんですけど、ただ名物温泉蒸し卵とかもねちょっと気になるんでちょっとね入ってみたいと思います。はい、入り口のところにねいろいろ載ってます。温泉蒸し卵5個入りで600円とかね、はい、あと芋団子、これも気になるな。温玉ソフトとかね、はい、いろいろありますね。すごいな、温泉卵の剥き方ってガムテープを巻くらしいですね。新しい。はい、店内はこんな感じで、はい、卵を買いました。ちゃんとね中にこのガムテープ、はい、置いてくれてます。はい、それではね早速これでやってみます。はい、ガムテープね、この温泉蒸し卵にガムテープを巻く。よいしょ。はい、巻きました。これをできるだけ細かく叩く。細かくね。上と下難しいななんかすごい。じゃあめくってみます。なるほど。じゃーん。結構めくれました。あと微調整でねめくるみたいな感じで書いてるんで、結構めくれるな。これは簡単。これはお子様でもできる感じ。他の部分はむしろめくるのは難しい。つけてなるほど。はい、ちょっとね下手くそになりましたけど、はい、できました。塩をかけてねいただきます。よいしょ。黄身がね硬い。もうちょっと半熟の方がいいかな。はい、あとねこの牛のおっぱいミルク、はい、こちらの方飲みたいと思います。この摩周草原でね取れた牛乳みたいです。なるほど、こういう引っ張るタイプ。よいしょ。はい、いただきます。なんか上の方が固まってる。脂肪分やな。脂肪分が多くて上の方に固まってて、まあ美味しいけどその分なんか全体的にちょっと薄くなってるような気がする。こちらの方もね9時半になってちょっと人がねたくさん来てにぎわってきましたね。おいしい。はい、名物温泉卵とねおっぱいミルクが、はい、
食べて飲んできましたけど、まあここでわざわざ買う必要ないかなっていう感じではありますね。はい、まあ小腹が空いた分にはいいかもしれないです。はい、ということで次行きます。はい、ということで屈斜路湖の方に来ました。はい、こちらの方はね砂湯があるみたいなんですね。で、あと屈斜路湖といえばクッシーっていうのがねすごい昔、はい、話題になったと思います。僕らがね子供の時にね、はい、こういった感じで砂湯クッシーっていうのがねはい、展示されてたりとかするんですけど、一応ねあそこに砂浜のところでね掘るとねお湯が出てくる。でそこで足湯ができるっていうスポットになります。はい、ちょっと行ってみますね。はい、一応ねこちらの方に来ると、まあ、こういうような感じでね椅子が置いてあって前にねこうやって掘ってある感じなんですよね。でここのねちょっとお湯をというと、まあ、結構ぬるい感じ、まあ、もっと掘るとね熱いんかもしれないですけど、あとねちょっとなんか油っぽいのが浮いてるのでちょっと今回はね入るのは見合わせようと思います。一応ねタオルは持ってきたんですけどね。であちらの方とは別にねこちら素人向けといいますかもう出来上がってるね足湯の方もあります。もうこれやったらなんかあちこちにね足湯のできるところがあるんでわざわざここに入る必要がないんかもしれないですね。はい、で砂湯温泉のところの隣にはね、お土産物屋さんがあって飲める温泉ということでね中を覗いてみるとねこんな感じで、はい、温泉があって飲める温泉ね。で奥の方にはお土産物屋さんがこんな感じになってます。はい、このクッシーグッズがね、はい、いっぱい売ってますね。はい、屈斜路湖のねコタン温泉に来ました。はい、こちらの方はね無料のね温泉になってます。はい、で足湯としての利用はね控えてくださいっていうことで、はい、入浴できるところになります。でちなみにですね、水着の着用こちらの方は OK なので、もし入られるんであればね水着の方がいいかもしれないですね。一応こっちが男湯でそちらが女湯なんです。で、この岩でね仕切られてるんですけど、まあもう丸見えなんでね。はい、あとこの温泉の中はねちょっと藻が結構生えてる感じかな。はい、ただ景色はねやっぱり絶景なので気持ちよく多分お風呂入れるんじゃないかなと思います。あと一応ね、はい、こんな感じで更衣室もあります。コタン温泉入ってきました。すごくね温度はねいい感じでした。まあ冬やったらちょっと寒いかもしれないですけどね。で景色もね絶景で、はい、でただちょっとお湯がね若干オイル臭いかな。はい、ちょっとね潜ってみたんですけどはい、そんな感じでした。はい、でもね、はい、すっきりっていうか、まあ別にお風呂入ってないわけではないんであれですけど、はい、ただね皆さん入る前はかけ湯だけしっかりしてもらってねマナーだけ守りましょう。はい、ということで次行きます。はい、阿寒摩周国立公園に来ました。こちらの方はね和琴半島っていうねところになりまして、まあ、公共駐車場がねこうやって感じであります。あとねお土産物屋さんもね駐車場のところに2つぐらいあって、でこちらの方は、和琴フィールドハウスっていうね、はい、まあ、休憩施設みたいなもんですねがあります。ちょっとね奥の方にどんどん進んでいきたいと思います。はい、こちらの方もねやっぱり半島っていうだけあって、はい、前にね湖が見えてすごいいい景色ですね。このね木の向こうにはなんかちょっと展望台みたいなねテラスもあったりとかして、はい、すごいいい雰囲気ですね。はい、実はですねこの和琴半島っていうところもですねこういう感じで、はい、露天風呂があるんですよね。でこちらの方も、一応無料の露天風呂っていう形になっていて、混浴になってます。
あとはちょっと水着もねもちろん着用 OK ということでね。ちなみに私はですね、さっきのコタン温泉だからあそこもね水着非着用で入ってますんでちょっと今回はねこう結構周りから丸見えになっちゃうみたいなんでちょっとどうかなとは思ってます。はい、そうこうしてるとね露天風呂出てきました。露天風呂の方はねこんな感じになってます。今はね誰も入ってないので、はい、こんな感じですね。写真撮られてる方がねお一人おられますね。これはちょっとさすがに入れへんか。はい、こちらのね和ごと温泉入ってきました。温度がね結構高めで多分42、3度、もしかしたらそれ以上あるかな。はい、長湯はもう一切できない感じです。はい、違う意味で長湯もできないですけどね。はい、っていう感じで、お風呂入る前に若い女性が2人ぐらいでちょっと近所におられたんで見計らってねちょっと入りました。はい、っていうことで次行きます。はい、道の駅美幌峠に着きました。はい、向こうの景色はね、はい、あれはあれで綺麗ですけど、こちらずっとね道の駅の裏側に行くと屈斜湖かな、はい、を一望できる展望台があるみたいです。ちょっとそちらの方行ってみます。はい、道の駅ぐるっとパノラマ美幌峠です。はい、こちらの方もですね。阿寒摩周国立高原美幌峠ということでね絶景を望めるところになっています。はい、道の駅に入ってきました。道の駅に入るとねすぐ左手にこの、海空の春っていうねお店があります。こちらの方はね地元のものを使ったこのラーメンであったりとか丼、とかあったりとかします。はい、とりあえずねせっかくねここに来たんで昨日に引き続きですねこちら蝦夷鹿肉ロースト丼、はい、こちらの方をいただきたいと思います。はい、蝦夷鹿肉ロースト丼ローストビーフ丼が来ました。いただきます。うまそうこれね。黄身をこう潰しながら昨日は蝦夷鹿バーガーみたいなの食べましたけど、あれはねこうミンチにして潰してるんでねこれが賞味、ローストビーフということでね。はい、いただきます。うまい、これうまい。お肉は気持ちいい歯ごたえがある感じ、全然気にならへん。いい歯ごたえ。これうまいな。味付けがうまいかな。ちょっとどうなんやろ。でもうまい。蝦夷鹿肉いける。うまい。ごちそうさまでした。これね蝦夷鹿丼おすすめです。美味しいです。はい、では次行きます。はい、ちなみにね、今お店の方を出て外を見るとねこの人気ランキングここのお店のねがあって、はい、蝦夷鹿のねやつはありませんでした。美味しいのにな。ぜひ食べてほしい。あとね、その横にはディップメリーって言ってね揚げ芋ポテカラとか芋餅とかのねお店があります。はい、店の中のね雰囲気はこんな感じです。もうカレー売ってる量がすごいですね。半端ない。奥の方には小麦の奴隷っていうね某ホリエモン氏がね、はい、代表を務めてるフランチャイズのお店があります。はい、道の駅からね結構上がってきましたけどまださらにね上に上がるような感じですね。とは言ってもねそんなに、はい、大したことないしもうここでもね結構な景色が見えるんですけどちょっとねチラ見しながらぐっとこらえて上に上がります。はい、ちょっとね上に上がるまでね景色は我慢って言ったんですけどもう完全丸見えなんでもうここから見ちゃいます。はい、美幌峠っていうね、はい、感じでこんな感じになってます。
で中にね浮いてるのは中島っていうね、はい、姉妹になってます。それがねこの屈斜路湖の特徴なんかな。めっちゃ綺麗。ちょっとさっきまでね結構ガスってたんで失敗したんですけど、ガスも取れて霧ですねもう取れてすっきりしてますね。すっきりはしてへんか、はい、いい景色です。で通常であればねもうここで満足しそうなんですけど、せっかくなんでねもうちょっと上まで頑張って上がりたいと思います。はい、はい、階段をね登るのがしんどいっていうねところをこの景色でねごまかしながらごまかしね、景色綺麗なと思いながら、はい、まだこれぐらいありますが、これそもそもサンダルで来たのが失敗やな。やっぱり靴で来たらよかった。はい、上まで上がってきました。なんか積み上げてんのなんなんやろ。ちょいちょいねこうやって積み上げられてるんですけど、はい、ちょっとねとりあえず上がったんで絶景を楽しみたいと思います。はい、展望台頂上からのね絶景でございます。すごい吸い込まれそう。風が結構あるのでねちょっとボー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 言うてるかもしれないですけど、上がってくるときは絶対ねちょっと靴に履き替えて上がってもらった方がいいと思いますね。ちなみにですね先ほど入ってた温泉かな、和音半島やったっけはあそこ島がそうですね。はいっていう感じになります。はい、美幌峠行ってきました。はいということでね次はね阿寒湖の方かなに向かいたいと思います。では行ってきます。はい、北海道のね、阿寒湖の方に来ました。このね、マリモの里って書いてるように、マリモでね、すごく一世風靡したね、はい、湖になってます。で、遊覧船の方がありまして、1時間単位みたいで、今ちょうど行ったとこみたいなんですよね。今14時15分ということで、次15時からっていう感じです。はい、で遊覧船と向こうモーターボートっていうのがあって、モーターボートやったらすぐに出てくるといいんですけど、っていう感じですね。はい、ちなみに遊覧船の方なんですけども、時間はね8時から1時間単位で4時まで16時までやってて、大人1人2000円ですね。で中学生が1830円で子供小学生が1040円で、マリモ展示観察センターの入場料っていうのは入ってるみたいです。で1周ね、85分ですね。はい、マリモ観覧の15分を入れてっていう感じです。はい、でコースの方はなんかこんな感じで回るみたいです。はい、ちなみにねモーターボートの方はこんな感じで、はい、1300円から、はい、最大5500円までっていう形で、2名以上でね乗るのが2名以上じゃないと借りれないような感じになってます。はい、っていうことでね、今から、観光汽船すずらん丸、はい、こちらの方ですね乗りたいと思います。一応ねこちらの方の1階はこんな感じですね。はい、このカウンターのような感じになってるところとか、あとはこっちはねなんかこういう感じでね、はい、椅子が並んでます。はい、一応ね今回はねせっかくなんでちょっと2階の方でね、はい、景色を楽しみたいと思います。はい、2階はこんな感じですね。階段登っていくと、はい、こっちがなんかこんな感じでぐるっと見れるところがあって、はい、こちらは横向きの長椅子みたいなのがあって、はい、で奥の方にこんな感じですね。結構なんかこれなんやろうな、寝れるとこなんかなはい、こんな感じでね景色を楽しむことができます。はい、船からの景色は今こんな感じですね。
はい、それではね3時になりましたので、出発進行でございます。もう船からね見る景色もね、なかなかねちょっと普段見れない感じなんでいい感じですね。中類島の方に着きました。あそこにね看板が立ってますけど、マリモのね、展示観察センターがあるみたいで、はい、こちらの方にね15分ぐらい泊まって、マリモをね見に行くっていう形です。では行ってきます。はい、これ釧路市になるんですね。阿寒湖のマリモ展示観察センター、はい、中類島です。はい、結構こう滑る。はい、マリモの方はね、最初はこういうなんか糸状のやつで、はい、できてるみたいです。それがねどんどんこういう風に波の動きによって転がってなんか丸くなっていくっていう感じらしいですね。はい、これがねさらにでかくなるとこんな感じ、結構大きいで拳5になって分かりにくいか、はい、かなり大きいです。最終的にはなんか、はい、こういう風に潰れるというねちょっとなんか悲しい出来事になってますけど、はい、マリモの最後はこんな感じらしいです。内部に空洞ができて崩れやすくなるということでね。はい、特別天然記念物のねマリモの方が展示されてるわけですけども、もっと綺麗かなと思ってたらですけどね、あんまり色鮮やかじゃない、ちょっとよどんだようなくすんだ緑みたいな感じですね。はい、マリモッコリ、はい、観察センターね行ってきました。なんか観察センターのねあそこをこう出たらお土産物屋さんがねよくあるパターンでこうあって、こうなんかマリモを強制的に買わされるみたいなのがあるんかなと思ったら、お土産物屋さん自体もなかったです。なんかそんなん思ってたのがちょっと恥ずかしいですね。ということでね、またちょっと船の方に乗り込みます。はい、ということで今回はですね、マシュー湖とクッシャロ湖と阿寒湖かな、はい、巡ってきました。はい、今回の旅のねおすすめはもう圧倒的に温泉でございます。ぜひね水着非着用で入っていただけたらと思います。ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。